では UI/UX における AI 駆動開発の実践の第2回目、評価と自動化というところで、株式会社マーベリックスの箱崎和樹と申します。よろしくお願いします。はい。では、前回に引き続き簡単に自己紹介させていただくんですけれど、私は札幌の会社にある株式会社マーベリックスという会社の、はい、現在5、6年目の、主にフロントエンドを担当しているウェブエンジニアになります。で、全も、はい、こちらのユーザー名で投稿しております。で、AI 活用歴はだいたい2年で、業務だとカーソルですとか、クロード、主にクロードコード、あとは Figma ですね。で、個人利用だと Google AI Pro、ジェミニですとか、アンチグラビティの方を使って日々開発しております。はい。で、今回のテーマなんですけれど、要件の整理から UI 設計、実装まで、チームで AI を効果的に扱う事例の紹介というところで、AI というツールをその単なる個人のコーディング補助というよりは、プロジェクト全体の認識のズレの解消であったり、チーム全体でどのようなコード品質の統一のために、どのように活用したかというところを全2回で紹介したいと思います。で、そちらで今回はその2回目ですね。はい。で、全2回のところで簡易的な社内備品管理システムといったところを、デモのシステムとして実際の活用例を、この社内備品管理システムを通して、ご紹介したいと思います。はい。で、簡単なシステムの概要なんですけれど、はい、今、キャプチャーに映している通りの画面でして、社員が備品、プロジェクターなどの備品の検索ですとか申請を行って、情報システム部の管理者が実際に承認したりですとか、貸し出し状況とか、そういった部分を管理するための、簡易的な Web アプリケーションを通して、今回ご紹介したいと思います。はい、基本的なダッシュボードがあったりですとか、カタログ画面があって、それぞれの備品の詳細ですとか、実際に社員から来たリクエストの、一覧詳細と、実際に承認するといった、そういったワークフローみたいな簡易的な部分ですね。そういった部分のものが入った、はい、アプリケーションになっております。はい。今回お話しするところは4点で、重要なところは3点目にお話しできればと思います。まずはじめに AI 活用の全体像、UI 開発における AI 活用の全体像をご紹介してから、第1回目、簡単にどういった内容で、勉強会の方を実施しましたというところの紹介。で、続いて評価や自動化に関する効果的な AI 活用の紹介を大体そうですね、4つほどご紹介したいと思います。そして最後に AI 活用時の簡単な注意点について、私の方でこれまで AI 活用してきて、どういった部分に注意すればいいかみたいなところを簡単にまとめましたので、こちらもご紹介したいと思います。はい。では、業務システムの UI 開発における AI 活用の全体像といったところで、ここは基本的なシステム開発の流れで、要件定義から実際に設計して、実際に実装した後、最終的にリリース運用までの一通りのフローを画像で表した形になります。で、その各フェーズの中で、私たちのプロジェクトでは、主に要件定義だったらドメインストーリーテリングを活用したりですとか、実装や検証では AI エージェントによる自律実行。で、改善のところだと、会議集約、即時改善をノートブック LM を活用して行ったみたいなところですね。こういった部分を AI 活用して進めておりました。はい。で、前回は主に上の部分ですね。要件定義から実際に UI の実装までといった部分。こちらを主にご紹介しておりました。で、改めてそちらの内容も紹介したいと思います。はい。で、こちらについては、スカラ様の YouTube の方に上がってますので、ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。はい。で、第1回目は主に開発フェーズごとの AI 活用例といったところで、要件整理のところだと、ドメインストーリーテリングを用いてエンジニア以外、実際のお客さんにも伝わるような可視化を行ったことですね。でもう一つは設計や UI の設計や実装のところだと、AI エージェントと相性のいいコンポーネント設計のルールを実際に取り入れて、判断基準をルール化することで、自動実装の精度と再利用性を向上させましたといったところですとか、あとは実際にクロードコードのスキルズ
と活用して、コードレビューのところを自動化して、属人化を支持つつ保守性を担保するような仕組み、といった部分を採用していました。で、最終的にこれらを取り入れた汎用的な UI/UX のフレームワークについても簡単にご紹介して、実際にデモのところを行いました。はい。では、要件整理のところでドメインストーリーテリングにつきまして、簡単にご紹介したいと思います。で、ドメインストーリーテリングっていうのは、会話を通じてドメイン知識を可視化するモデリング手法の一つになっています。複雑な業務の流れを一つの物語として、その物語に対して関係者、ドメインエキスパートと呼ばれる関係者と会話しながら、実際にその場で可視化するみたいなところです。で、こちらについても AI を活用して、AI と対話して内容を整理することで素早く共通認識を構築するといった仕組みを考えております。で、具体的な課題だと、こういった形ですね。業務フローが複雑すぎて全体像を把握できていないですとか、あとは要件定義の段階で、エンジニアとクライアントさんで認識のズレがあって手戻りが発生したとか、そういった部分を防ぐっていうところで、今回ドメインストーリーテリングを活用しております。はい。こちらが、左側が簡単なジェミニの、ところで、ジェムといった機能でカスタム指示のところに、ドメインストーリーテリングのところの実際の右部分のところを、プロンプトとして、対話形式で物語のストーリーを固めています。実際に物語の、どういった舞台なのか、みたいなスコープを徹底してから、最初のアクター、最初の、今回だと社員なんですけれど、実際に誰が何をどうするみたいなところの物語の開始を定義した後に、その物語に続く、どういった展開があるかみたいなところを AI と対話して要件を詰めていきます。で、一通り要件詰めた後に、最終的に物語の確認っていったところを AI の方から、レビューっていった形で提示してくれて、承認した後、最終的にシーケンス図を生成するといった一連の流れになっております。はい。で、生成された部分が左側のシーケンス図ですね。社員と情報システム部、それをつなぐウェブアプリケーション、それぞれがどういった関係性になっているのかといったところが、文字ではなく、こういった矢印ベースの、はい、シーケンス図にすることで、よりわかりやすくなったのかなと思います。で、ここで終わらすのではなくて、今回は、ジェミニの、画像生成 AI のところのツールも活用して、実際にナノバナナプロを活用して、右下の部分ですね。より矢印と、アイコンのところを分かりやすくすることで、より、はい、伝わりやすいような図といったところを作成しております。はい。で、一通りの会話の流れをこういった形で全体像をまとめてくださいといった、また別のプロンプトで画像を生成することで、より分かりやすく、はい、画像、イラストベースなんですけれど、はい、矢印を用いて、はい、可視化することができております。で、続いて UI 設計や実装のフェーズだと、あと、プロトタイプの生成ツールを使って、簡単な構築イメージの具体化といったところを、はい、モックで行っていました。で、ここで重要視しているところとしては、AI サービスによって生成されたコードをそのまま使用するのではなくて、必ずプロジェクト内で定義したルール、規約なんですけれど、そういった部分を守る AI エージェントが実際にコードを生成して、私たち人間がコードをレビュー。このサイクルを回すことといったところを重要視していました。はい。で、その重要視する、生成する部分で活用していた部分が、クロードコードのスチールズですとかコマンドによる品質の統一になります。はい。で、コンポーネント分割のところで、今回アトミックデザインを採用しておりました。で、こちらについては、簡単に説明すると5段階の科学用語に分けて考えるコンポーネント設計の思想になっておりまして、こちらについて AI が登場する前としては、適切な運用ルールがないと、エンジニアとデザイナー、エンジニア同士でも認識のズレが生じやすいといった課題もありました。で、そういった部分を解決する部分として、今回 AI エージェントに、あらかじめコンポーネント設計のルールを策定することで、コンポーネント分割自体を仕組み化、右下の部分ですね、判断フローチャートみたいなところを AI が参照するような形で仕組み化することで、人の分割判断のズレ自体をなくして、再利用性ですとか保守性のところを向上しております。
はい。で、第1回目の最後としては、Figma MCP を利用した実際にコンポーネント実装のところを、紙芝居形式で、クロードコードの生成の部分を紙芝居形式でご紹介しました。はい。ざっくりと Figma のデザインがこのようなコンポーネントで、バリアントですとか、プロパティを設定した状態から、Figma の DevMCP、公式のところですね。で、紹介されているこちらのプロンプトをそのまま、クロードコードにお渡しすることで、最終的に右下のこのようなランゲージスイッチャーと言われるコンポーネントが生成されました。で、チェックマークが複数あったりと、調整は必要なんですけれど、プロンプト1回で、かつこの1行のプロンプトのみでの精度としてはかなり再現度が高いのかなと思っております。で、そういった部分の活用についても紹介しました。はい、簡単ではあるんですけれど、こちらが第1回の、はい、ダイジェストになります。はい。では実際に第2回のところで評価や自動化に関する効果的な AI 活用例の紹介といったところで、今回4つですね、ご紹介したいと思います。先ほどのイラストの下半分が主な対象フェーズになっております。はい。で、1つ目は UI 実装後のクライアントの要望、内容をその場で反映するような仕組みです。で、2つ目、3つ目については、AI エージェントによる UX 評価ですとか、AI エージェントによるドキュメントサイトの自動生成。で、最後は、あと簡単なんですけれど、AI を活用することで多言語化対応みたいなところも工数削減できましたので、そちらについても簡単にご紹介したいと思います。はい。では、まず一つ目ですね。クライアントさんの要望内容をその場で反映する仕組みとして、今回ノートブック LM というものを活用して、会議の集約との内容から即時改善、UI のところを即時改善するような仕組み。こちらをご紹介したいと思います。はい。で、UI がある程度できた後、改善フェーズ、実際にクライアントさんからフィードバックいただく部分でいくつか課題があるかなと思います。で、私の方でいくつか考えてみたんですけれど、まずは議事録の整理、改善のところのミーティングですとか、そういった部分の議事録の整理から、実際に持ち帰って実装を反映するまでに、若干のラグが生じて、このフィードバック一連の流れを、フィードバックサイクルを回すっていった部分に少し時間がかかっているといった課題もあったりしました。で、また、口頭や文字ベースでの、合意形成だけだと、実際に開発者とクライアント間で完成イメージの認識のズレっていったところが、生じていて、手戻りとか何回もやり取りっていった部分が頻発していたっていったところは経験としてある方も多いんじゃないかなと思います。で、3つ目につきましては、会議中にその場で、修正案を提示ですとか、反映するっていったことが難しくて、一度確認しますといった持ち帰りが発生して、なかなか合意形成のスピードが上がらなかった、そういった課題があるかなと思います。はい。この課題を解決するために、今回、ノートブック LM といったツールですね。こちらは利用者が提供した資料に特化して、AI との対話が可能になる、リサーチアシスタントツールですね、になるんですけれど、そちらを活用して、議事録から要件を抽出して、プロンプトを作成するといった流れを自動化する取り組みを行っております。で、こちらについてなぜ、ノートブック LM なのかっていったところだと、その話し合う画像面を、画像にして、キャプチャーにして、そちらについてもソースとして追加できるマルチモーダル対応ですとか、この仕組みを実際に実施したのは、去年の夏時点だったんですけれど、その時点で一番精度が良かったため、はい、ノートブック LM のご紹介になります。はい。で、どういったフローで、実際にやっていたのかっていうところを簡単にご紹介すると、まずは Mac の、標準の簡単な、ボイスメモでいいんですけれど、こちらを使って会話の、要望内容とか、そういった部分の会話内容を録音したりします。で、続いてノートブック LM の方で会話内容をプロンプトとして AI エージェントに解析を依頼した後、その AI エージェントによる、議事録の要約、そちらから、実際にクロードコード開発ツールの方に投げることで、タスクの分解ですとか、具体的な修正箇所の特定、あとは優先順位のところ決めるといった部分に進みます。で、その後人の手によって、どのタスクからやるかみたいなところから、最終的に AI エージェントが自動で対応してみたいなところ。
で、その後人による範囲確認。こちらが一連の、フィードバックのサイクルになります。はい。で、こちらが、簡単な、キャプチャーなんですけれど、まずコピーしたテキストを貼り付けるといった、そのノートブック LM のところで、ソースを追加する部分に、文字起こしのテキストを貼り付けます。で、そうすると、左部分に、はい、ノートブック LM のソースとして追加されます。で、その部分で重要している部分としては、今議論になっている画面がどういった画面なのかみたいなところも、合わせてソースとして追加することです。で、こちらをすると、より精度が、どの部分のどういった部分なのかみたいなところが、この AI との会話で、より特定しやすくなったので、こちらは必要なプロセスなのかなと考えております。はい。で、文字起こしのテキストと実際に議論を行っているキャプチャーをソースとして、続いてですね、会話履歴に基づいて UI の改善要望をまとめてくださいといった指示を送ります。で、その後に、具体的な修正箇所と、どういった部分がみたいなところは、AI の方で要約してくれてます。今回だと、一つの会話から4つほどですね、はい、会議の、修正指示、修正案っていうところが出ております。はい。で、ここから実際に開発ツールでクロードコードの方に、実際に会話内容を共有してというところなんですけれど、今回ライブフィードバックと言われるエージェントを使っているので、こちらについては後ほど説明したいと思います。で、こちらのサブエージェントを使用して、要件を抽出してくださいといった指示をなります。で、これ以降は先ほどのノートブック LMN の方のあの内容になってます。で、そうすると実際にエージェントがこちらから要件を抽出して、詳細な実装計画を作成してくれます。で、変更対象とどういった変更にするのかと、あと影響範囲と、簡単な優先度みたいな形ですね。影響範囲のところで実際にどこのコンポーネントを修正するのか、ない部分は何を追加するのかみたいなところもまとめてくれてます。はい。で、その下に、詳細な修正、実装計画みたいなところもそれぞれ出してくれてます。はい。で、その後ユーザーの指示によって、いくつか修正した後、最終的に今回だと、すべての修正完了しましたといったところで、はい。実際ここだと1分、2分弱になってるんですけれど、だいたい5分ぐらいですね。5分もあれば、だいたい、はい、反映される形なんですけれど、実際に反映された結果がこちらです。すみません。修正前のところをちょっと詳しく説明できていなかったんですけれど、今回だと右上の通知部分の文字色が、黒から白と、あと自分が借りてる備品のところを新規で追加ですとか、あとサイドバーのところをもう少し文字小さくとか、あとコピーライトなかったので、ここも作ってくださいといった、そういった部分のフィードバックを、すべて適用した形になっております。はい。で、ここでクロードコードのサブエージェントで、ライブフィードバックと言われるものを定義していました。で、こちらについては、役割としてはクライアントの要望を、迅速に UI に反映するような仕組みのエージェントを新たに定義しています。で、実際に抽出して、議事録から不要の変更点を特定して要件に先ほどのテーブルですね、形式で出力して、その後は実際にデザイニングフロントエンドスキル、こちらも後ほど説明します。でこちらのフロントエンドの設計に特化したスキルを参照して、必要な部分を必要な時に参照するような仕組みで、実装方針を提示するような形です。で、その後、ユーザーによる承認の後、コンポーネントの設計ルールですとか、デザイントークンとか、あらかじめ決められてた、スキルのルールに従って、実装してくれます。で、最終的に確認するところで、今回は、簡易的なところなので、デブサーバーを起動して、ユーザーに動作確認の依頼をする。で、その後、最終的に承認を得た段階で停止するような仕組みになっております。はい。で、ここのクロードコードのスキルで、第1回目も簡単にご紹介したんですけれど、デザイニングフロントエンドといったものを今回、汎用的なところなんですけれど、
新たに作っております。で、ここはコンポーネントの設計から実際にテストコードを書くところまで、統合的にガイドするスキルといったところで、ストーリーブックの単体テストのところまで、また、はい、対応するようなスキルになっております。で、こちらについては以下、4つあるんですけれど、分割されたドキュメントを段階的に開示するような仕組みになっております。はい。で、あと、コンポーネントの設計ルールの方針ですとか、そもそも業務システム向けの UI の、デザイン思想とか、といった部分のあらかじめガイドライン化したドキュメントですとか、そこから具体的に CSS の、具体的なコードの提示のドキュメントですとか、最終的にテストの書き方とか、インタラクションのテストパターンとか、そういった部分の含めたドキュメントをまとめたスキルになっております。はい。で、ここまでのところで、まとめになるんですけれど、今回会議の会話ログから修正要件ですとか、実装計画を AI が即座に自動生成することで、その場でコードへの反映ですとか修正が可能になりました。で、これによって課題として挙げていた要望の持ち帰りから実装して、再度確認依頼して合意みたいなところのサイクルが非常にスムーズになったのかなと思います。例えばですけど、午前中そういったミーティングの要望の会議をして、休憩中にその AI エージェントが要望を反映して、午後から実際に合意確認、実装を確認して合意みたいなところになったりと、より有意義な会議内容になるのかなと、そういった活用例ができると考えております。はい。では続いての活用例ですね。こちら AI エージェントによる UX 評価といった形で、今回エージェントブラウザーを活用した自動 UX 評価の仕組みについてご紹介したいと思います。はい。で、UX 評価においては、これまでの実際に AI が登場する前の課題として、いくつか課題があったかなと思います。で一つ目は評価者によって、そもそも手順ですとか、集まる人の数、どういった課題にすればいいのかみたいな課題設定自体がバラバラといったケースがあるかなと思います。でここについては、記載の通り、評価者のスキルレベル、評価するスキルレベルですとか、そもそも評価者の主観に依存してしまったりとか、再現性がないといった課題があると思います。はい。で、二つ目は、コストや時間の制約といったところで、プロジェクトの規模によると思うんですけれど、被験者との日程の調整ですとか、インタビュー、あとレポート作成とか、謝礼とか、ちょっと細かいところあると思うんですけれど、ここはなかなか大変かなと思います。はい。で、予算面で多分厳しいプロジェクトといった部分だと、外部に依頼するといった、そういった部分も厳しいのかなと思います。はい。で、三つ目は、一度の評価で終わってしまい、継続的な改善サイクルといったものを作りづらいのかなと思います。まよくあるのが、リリース前ですとか、大規模の改修時、一度だけ UX の評価の部分を実施して、その場で改善といった形。で、こちらについていいんですけれど、定期的な運用といった部分は、先ほども言いましたコストですとか、時間といった、様々な制約で、ちょっと厳しいのが、あるある、実際のプロジェクトだとあるあるなのかなと考えております。はい。で、一方、すみません。エージェントブラウザーとは一体何ですかといったところなんですけれど、こちらはバーセル製のAI エージェント向けの CLI ブラウザ操作ツールになります。で、CLI 自体は、ラストに書かれているので、Node.js 製のツールよりも、起動速度と実行速度が速い特徴があります。で、また、コンテキストの量についても、プレイライトの MCP を使った時と比べて、だいたい約93%少ないといったところで、同じタスクが完了できるといった部分は、はい、講師の方でも言及しておりました。こちら、ウェブページの情報を LLM に渡す際に、不要なタグを削除してトークン数を削減しているとのことでした。はい。こちらがエージェントブラウザですね。はい。で、プレイライトについても、CLI があると思うんですけれど、こちらについては今回試しておらず、エージェントブラウザーの方で検証しておりました。はい。で、実際に具体的にどのようなフローで行っていたのかなんですけれど、そもそも UX 評価についてはペルソナ定義してユーザージャーニーを作って、でその後そのペルソナとユーザージャーニーに
から UX 評価を行うと思うんですけれど、今回、シェル i ツールを活用して、ペルソナ定義からユーザージャーニー作成、UX 評価をワンストップで実行するような仕組みになっております。で、それぞれのフェーズもう少し、簡単にご説明すると、まず、ペルソナといった部分は、サービスに即した架空のユーザー情報、細かい情報を、AI で生成します。で、続いてユーザージャーニーについては、そのペルソナに基づいたユーザーの、行動ですとか、感情、ニーズ、そのサイトに応じた、そういった部分を AI で生成してくれます。で、最終的に UX 評価のところで、そのユーザーがサービスやアプリケーションを使ったときにどういった部分がどの程度いいのかみたいなところも AI によって計測しております。で、具体的な計測内容については、定量評価とペルソナ特性における定性評価ですとか、コアウェブバイタルズやアクセシビリティ指標みたいなところを活用しております。はい。一方、その AI による UX 評価の精度について、そもそも有効性があるのか、あるものなのかみたいなところについて多分気になっている方多いと思うんですけれど、こちらについては、スカラーの、社長の方から、と研究のところで記事共有いただいていましたが、アメリカの方では、ペルソナ作成のための AI の方の実験が行われて、約2時間ほど、ユーザーへの質疑応答ですとか、ウェブサイトの巡回ログといったものを与えてみると、AI エージェントが大体85%の確率で同じような行動を取るといった、そういった部分の研究の共有もいただきました。でこういったことを踏まえて、かなり近しい行動、人間と AI エージェントはかなり近しいと言ってもいい行動を取る。コストとか、先ほども挙げた課題で、コストですとか、時間を踏まえると有効性という部分は十分あるのかなと、今回考えております。はい。で、ここから簡単にまたデモなんですけれど、実際に UX 評価の開始といったところで、こちらの今ローカルで起動していた社内備品管理システムの UX 評価、こちらを実施する流れをご紹介したいと思います。はい。で、AI エージェントによる簡単に、先ほどもあった通り、その AU、UX エバリュエーターといった、サブエージェントを使用して、実際に UX 評価を実施してくださいといった依頼をなります。で、そうすると、いくつか質問があります。そもそもどういった部分のページ、全体なのか、特定のページなのかみたいな、そういった部分の対象ですとか、UX 評価自体の目的、ユーザビリティの検証とか、ユーザージャーニーの最適化とか、デザインシステムが一貫性取れてるかみたいな、そういった評価目的とかも合わせて決めることができます。で、最終的に選んだ内容をもとに、こちらのサブエージェントの方で UX 評価を実施するような流れになっております。で、こちらの機能ですね、クロードコードの機能については、第1回でも少しご紹介したんですけど、Ask User Question と呼ばれる、クロードコードが適切な選択肢を生成して、ユーザーがその中から選ぶ形で回答できるようなツールになっております。単一に限らず複数選択。先ほどもあったこちらが単一、こちらが複数ですね。といった形で、いくつかユーザーに質問してくれるような機能になっております。今回はこちらを活用しております。はい。で、具体的な AI エージェントがどのような評価フローで行っているかみたいなところなんですけれど、ここからまず順番に説明していきたいと思います。で、まずはプロジェクトの分析とペルソナの定義ですね。こちらについては、あらかじめまとめていたリードミーとか、そういった部分のプロジェクトの内容を読み込んだ後、サービスの概要を理解してくれます。その段階で、基本情報ですとか、課題とか、そういったニーズと期待とか、その人の IT リテラシーレベルといった、そういった細かい情報をまとめた、テンプレートのマークダウンのファイルを参照して、大体2から3名のペルソナを複数作成します。で、実際に作成している内容がこういった形ですね。はい。で、基本的なプロフィールから実際に名前も、今回は仮名なんですけれど、
はい、名前から住んでる部分、ところですとか、この備品管理システムの利用シーンとか、そういった部分で具体的に利用する部分ですとか、この人自身の性格とか、そういった部分も、はい、架空ではあるんですけれど、定義しています。はい。で、続いてユーザージャーニーマップですね。こちらはこのペルソナに対して、認知や関心、検討、評価、導入とか、継続利用とか、そういった4つのフェーズで、実際にユーザージャーニーマップを作成します。こちらも例を紹介すると、先ほどのペルソナをもとに、ユーザージャーニーマップ、このジャーニーの目的ですね、を提示して、実際にこのアプリケーションにおいてのアクセスの順序ですとか、各フェーズ、どういった部分がきっかけでとか、例えば認知ですと、この備品管理システムをどういった部分で知ることになったのか、みたいなところもまとめてもらっています。はい。で、そこから具体的に行動とか、そういった部分も洗い出してもらって、検討や評価のフェーズで、このシステムを検討を開始することになったきっかけみたいなところも架空で、仮ではあるんですけれど、決めてもらってます。はい。で、実際に導入してどういった感情になったのかとか、そういった部分ですね。もまとめていて、最終的にどうやって、継続して使うかとか、他の人にどうやって進めるのかみたいな、そういった感情の中身とか、そういった部分も AI の方で架空ではあるんですけれど、作ってもらっています。はい。で、ここまでが、ペルソナとユーザージャーニーマップですね。この内容をもとに、実際にエージェントブラウザー、CLI のツールで、Web のページの巡回と実際にスナップショットを取得します。でエージェントブラウザ用のスキルを参照して、CLI のベースでページのアクセス、ユーザージャーニーのところを参考に、ページの巡回を行います。はい。で、それが終わった後、実際に UX 評価を実施するんですけれど、こちらについてもテンプレートのファイルを参照して評価を実施します。評価項目としては記載の通りで、全体評価、第一印象とか、あとはナビゲーション構造がそもそもわかりやすいかとか、操作性とか、そういった部分で、いろいろな面で評価するような形になってます。はい。で、その内容をもとに改善提案と実際に緊急度別に分類みたいなところまでやってくれます。はい。で、ざっくりとファーストインプレッションですとか、総合評価、こういった部分が、ダッシュボードだとこういった部分が見やすかったとか、そういった部分も細かくまとめてくれてます。はい。で、最終的に生成された UX 評価やユーザージャーニーマップ、ペルソナのマークダウンファイルを指定の場所に保存します。それと、あとサマリーのところですね。まとめのところも作成します。このまとめについては、今回ペルソナ複数人というところで、複数人ユーザーの複数人のところで、それぞれのところを統合したような、まとめ資料になってます。はい。で、主要な強みですとか、逆にこういった部分は改善必要なところ、こういった部分はいいけど、こういった部分は改善必要なんじゃないか、みたいなところも、まとめてもらってます。はい。で、ペルソナ別の使用ニーズ充足度ですとか、あとは改善提案の優先度みたいなところも細分化してくれてます。はい。で、実際に緊急度と重要度、実装難易度についても調査してくれて、最終的にそこを加味した上で優先順位みたいなところも考えてくれてます。ここはあくまでも参考材料として、はい、活用するレベルで考えております。で、最終的な結論みたいなところもまとめてもらっています。はい。で、ここでまた、先ほどもあった通り、サブエージェントの紹介なんですけれど、こちらについては人間中心設計に基づく UX 評価を行うための AI エーエージェントといった定義になっております。で、ワークフローは先ほどご紹介した全部で、今回は3つですね。
のフローに応じて、必ず実行するようなところを定義しております。改めてなんですけれど、情報収集して、実際にペルソナ、架空のユーザーを作って、そのユーザーに即したこのサイトにおけるどういった感情になっているのかみたいなところを4フェーズで細分化します。その内容をもとに、ウェブページの不巡回を今回エージェントブラウザを活用してスナップショットを取得した後に、UX 評価ですね、ペルソナ視点で実際に評価して、で最終的にサマリーを生成してみたいなところが一連の流れになっております。はい。で、AI エージェントによる自動化の UX 評価の自動化による評価としては、評価者のスキルですとか、主観に依存せず、定義したペルソナに基づいてある程度の生成で、精度で人間と一致するような再現性の高い評価といったものが可能になりました。で、また、被験者の調整ですとか、レポート作成といった細かい手間っていったところが、AI で効率化されておりますので、低コストのといったプロジェクトでも迅速に実施できて、開発サイクル内での定期的な運用、UX 評価を定期的に行うみたいな運用としても取り入れやすくなったのかなと思います。で、注意点としては AI っていうものは、回答が毎回変わるといった特性があるので、そういった部分を、指示する文章の固定化ですとか、複数回、そもそもですね、複数回の検証結果を比較して、精度を安定させることが重要かなと思います。で、また AI による UX 評価なので、必ずしも全部鵜呑みにするのではなくて、そこから意見を人間同士で広げていく、そういった使い方が効果的なのかなと考えております。はい。続いて3つ目ですね。AI エージェントによるドキュメントサイトの生成になります。こちらについても先ほどご説明したエージェントブラウザを活用して、自動生成の仕組みといったものを今回考えてみました。はい。で、こちらについても課題があるかなと思っています。で、よくありがちなのは、機能実装ですとか、回収のスピードといったものに、ドキュメントの更新自体が追いつかなくて、結構情報が古いままのドキュメントですとか、そういった部分が多かったり、形骸化しやすいかなと思います。で、それとは別で、操作マニュアルとか、E2E のテストコード実際にやる場合は手作業で行って、実際にそれを書くための、工数がかかって、本来の開発っていうよりは、それに即した部分、周辺のところの開発工数がかかって、その部分でも開発者自身の大きな負担になっているのかなといった課題もあるかなと思います。で、3つ目につきましては、結構 UI は結構仕様変更ですとか、表示する位置が一つ変わると、整合性取れてないドキュメントになってしまうので、画面 UI が変わるたびにスクリーンショットの撮り直しですとか、手順の書き換えが発生して、そこについては保守とか、運用コストが高いといった課題があるかなと思います。はい。で、こちらについても同様にですね、エージェントブラウザを利用してドキュメントサイトの生成のところも、はい、検証しておりました。で、今回は、第1回目でもご紹介したモノレポ構成で、ドキュメントについては Nextra を使って、マークダウンベースのジェネレーターですね。こちらを活用してドキュメントサイトを生成しております。で、ざっくりとですね、エージェントブラウザーの方で、テストコードですとか、マジックコーとかしてキャプチャーを取得して、最終的にマークダウンのところを記述するような形になっております。はい。で、こちらはまた、実際に開発のところの内容なんですけれど、ドキュメントの自動生成といったところで、まず、こちらも先ほどと同様、ガイドライターエージェントを使用して、対象アプリケーションのユーザーガイドのドキュメントの生成をお願いしています。で、この時点では実際にお手本となるダッシュボードのところのみですね。はい。一つの画面のみのドキュメントサイトになっております。はい。で、こちらがまたAI の方から対話でやり取りを進めるんですけれど、Ask User Question ですね。こちらを活用してユーザーガイドの対象者ですとか、ドキュメントの範囲、基本操作のみなのか、全体なのかとか、どういったコンテンツを含みますかみたいなところ、そういった部分を細かく指定するような形になっております。
はい。で、実際の計画フェーズとしては、このような形で、いくつかドキュメントに含まれる、期待される成果物みたいなところのユーザー、AI の方から提示してくれます。はい。で、ここでいくつかエージェントブラウザーのスキルとか、ライティングガイドといったスキル、そういった部分を参照して、お手本となるダッシュボードのマークダウンのところ、MDX ファイルを参照したりして、実際に4画面のユーザーガイドのドキュメントを作成してくれてます。はい。で、まずは、エージェントブラウザーによる画面の探索、実際に動いている画面の探索を行ってくれてます。実際にスナップショット撮ったり、いくつかクリックしたりして画面の遷移とか、そういった部分を確認してくれます。で、その出力結果はこのような形ですね。各画面どのような機能があるかみたいなところを AI が頭に入れて、AI の自身で理解するような形になっております。で、続いてなんですけれど、ドキュメントサイト用のファイル、MDX ファイルの生成についての仕組みについてですね、左側がクロードコードのスキルズで、またガイドライタースキルといったもので、いくつか段階的な開示といった形で、品質のチェックリストですとか、どのように書けばいいのか、ライティング規約といった形で、技術コンテンツの作成要件とか、細かい文字のトーンとか、そういった部分をスキルとして残しておくことで、統一された形で、はい、ドキュメントを生成するようにしております。で、それとは別でですね、E3 のテストについても、別途、クロードコードの実スキルとして残しておくことで、はい、こちらについても共通化、汎用的な形になっております。で、具体的にテストの書き方ですとか、テストのこのデバッグモードとの方法とか、そういった部分のところを細かく幕段に分割しております。で、その内容をもとに、右側ですね、スペック DS といった形で E2 にテストを記載するようにしております。で、最終的に生成された内容がこのような形で、画面のキャプチャー付き、ページごとに画面のキャプチャーをつけて、それぞれどういった要素があって、どういった機能があるかみたいな、どういった形で、はい。こことかですね。検索ボックスの仕様ですとか、アクティビティのタイプのフィルターの内容ですとか、そういった部分は実際にエージェントブラウザーで回遊した後に、AI 自身が考えて、そのドキュメントを残すようにしております。で、先ほどダッシュボード画面があって、そこから実際に4画面を、はい、参考にして生成した形になるんですけれど、こちらについては、生成自体は結構時間がかかっているので、はい、初回の生成は時間がかかるものの、先ほどもあった運用時にその仕様変更とか、そういった部分についてはまた別途、先ほどの Ask User Question などで、細かく特定して、はい、小分けに実行することで、速度自体は特に、はい、遅くなったりとかっていうのは解消されるのかなと考えております。はい。で、ここまでで一旦、はい、デモのところは終了しまして、実際にサブエージェントのところをですね、紹介すると、こちらについては、E3 のテストや、エンドユーザー向けの操作マニュアルを実際に作成してもらうようなサブエージェントになっております。で、その中でいくつかステップを踏んで実施してもらうよう定義しております。で、情報収集して実際にエージェントブラウザーで巡回します。で、その後、実際にどのようなガイドを書けばいいのかみたいなところも、スキル参照しつつ、はい、計画の方を作成してくれた後、実際にMDX ファイルを作成します。はい。で、最終的にそこから、その他ですね、エージェントブラウザーの中で、プレイライトで実際にスクリーンショットですとか、そういった部分を取って、みたいな形のワークフローになっております。はい。で、ドキュメントサイトについても AI エージェントによって自動化することで、そもそもその工数自体は大幅に削減できます。
で、また実装の変更に合わせてドキュメント自体も自動的に追従ですとか、ユーザーの指示にはよるんですけれど、追従して生成されるので、常に最新の状態っていうところは、はい、維持できて、形骸化を防げると考えております。で、UI の細かな、表示位置の変更とか、そういった部分についてもスクリーンショットも取得して、MDX ファイルの記述まで自動化できるといったところなので、俗人化っていうとこったところを防ぎつつ、高い保守性といったものも担保できるのかなと考えております。はい。で、最後ですね、その他 AI 活用例の紹介といったところで、多言語化対応の実装についてですね、ご紹介したいと思います。はい。で、多言語化対応についても、工数自体は大幅に削減されました。で、こちらについて今回汎用的なところだと、モノレポ構成によるアーキテクチャとあるんですけれど、共通のパッケージとして管理することで、ドキュメントサイトとメインのアプリケーションのところで同じ、はい、翻訳リソースを利用することにしております。で、名前空間自体も、コモンだとボタンの基本的な保存ですとかも、を定義して、プロジェクトだとプロジェクト固有の名前とかあると思うんですけれど、そういった形でいくつか分けることで、より保守的にも、汎用的にもなるかなと考えております。で、実際にすごくかなり簡略化した例だと、こういった形で JSON 形式でメッセージ図の中にのオブジェクトの中に No items といったキーに対する日本語の表記名。実際にコンポーネントとして使うときはこういった形で定義しておくことで、言語の状況に応じて、この名前が出るのか、すらコモン JSON の、このアイテムの名前が出るのかみたいな、そういった形が簡単に切り替えられると考えております。はい。では、はい。最後ですね、AI 活用時の注意点についてです。で、まずは、個人レベルでのタスクの考え方です。こちらについては去年の5月頃からですね、実際に AI 駆動の開発に参画して、私の方で考えていたことになります。で、一番大事なところだと AI による生成コードは必ず読む習慣をつけることですね。必ず、人のレベルといったところを怠らないといったところが大事かなと思います。で、それとは別で、AI による出力精度っていったものを疑う前に、まず自分が設定している設定値ですとか、自分が AI に投げたプロンプトを疑った方がいいかなと思います。で、改善した方がいいものについては、チームに共有するような習慣ですとか、一メンバーが共有しやすいような空気感を作るといったこと、そういった部分はすごく大事かなと考えております。こちらについては若干下より、チーム開発よりではあるんですけれど、はい。どのメンバーでも、実際に気になったところ、AI を触ってみて気になったところみたいなところを簡単に共有するような空気感っていうのは大事かなと思います。で、下のチーム開発での考え方ですね。UI のところだと、特に、はい、いくつかメンバーに作業をお願いするときとかに考えていたことなんですけれど、調査タスクについては複数人で、時間をかける方がいいかなと思っていて、実装タスクについてはなるべく人が被らないようにした方がいいかなと思います。で、また、AI のルール自体は慎重に取り入れて評価するべきかなと考えておりまして、例えばですと最近だと結構クロードコードのベスト、スキルのすごくいい設定値ですとか、そういった部分が、いろいろなサイトからいろいろな情報が結構散在しているのかなといった状況になるかなと思いますが、外部プロジェクトで最適化された設定といったものは、このプロジェクト、実際に自分が今開発しているプロジェクトに最適とは限らないっていった部分、いい部分は取り入れるのはいいんですけれど、必ず実際に検証して、それがいいっていったものが分かった段階で取り入れた方がいいのかなと思っております。なので、ここら辺は慎重に取り入れるものの、はい、情報としては常にアンテナを張っておくといった心がけが、はい、僕は大事にしております。
で、また最後は定期的な内部振り返りですとか、キャッチアップの習慣化といったところで、AI 駆動の開発自体多分僕も含めてなんですけれど、まだ世の中自体に、2、3年といった形で定着化しているものではあまりないのかなといった部分は結構感想としてあるので、はい、必ず定期的に内部で振り返ってみて、実際に今 AI を活用してみて、どういったところで課題になっているのかとか、そういった部分は割と話し合う時間はとってもいいんじゃないかなと思います。で、特に実装部分で工数が削減されているとかであれば、それ以外の仕組みのところですとか、実際の AI の所感とか、そういった部分の議論に時間を使うみたいな、そういった形にする方が、最終的により良いもの、より良い仕組みになるのかなと考えております。はい。では、まとめなんですけれど、今回第2回のまとめとしましては、まずはノートブック LM 等で、会議内容を要件化、要約して、その場で動くような、反映するような仕組みといったものを考えました。で、そうすることで手戻りの原因となる、認識のズレみたいなところを、なるべく早めに、会議中などに解消することで、合意形成のスピードといったものがかなり速くなることが分かりました。で、もう一点だと UX 評価の自律化といったところで、AI エージェントがペルソナからユーザージャーニーマップ、最終的に UX 評価まで行うといったところで、結構コストが高かったものを代行することができて、客観的に品質が保たれて、評価者の主観に依存しないような、そういった部分の品質になることができたので、ここはかなり効率化になったのかなと思います。で、3つ目は保守ですとか運用についても自動化することが確認できました。で、実際にエージェントブラウザを使ってアプリケーションを探索して操作マニュアルですとか、三井のテストコード、実装変更への追従といった部分を自動化することで、ドキュメント自体の形骸化を防ぎつつ、保守性を担保できるようになったと考えております。はい。で、ここからですね、前回も含めたまとめですね、最後、はい、少しお話しできればと思います。はい。で、開発の進め方や、チームのあり方そのものといった部分を AI 前提で作り変える時期なのかなと考えておりまして、はい、個人のコーディング補助からチーム開発の基盤、プロジェクト全体、領域内の、コード品質のところ、そういった部分の見直しみたいな形になっているのかなと思います。はい。で、二つ目は、人と AI の役割分担といったところで、AI には実行と提案を任せて、人間は定義、ルール作りと判断、AI がどのように、判断するのかみたいな、そういった部分に集中する、そういった部分の仕組み作りに集中するといったところが大事なのかなと思います。で、最終的にですね、今回第1回、第2回を通して、第1回では、要件から、実際に実装するところまでですね、と可視化して、実際に実装のところをルール化することによって、手で戻りといったものを防いで合意形成を加速しましたといったところと、はい、第2回のところ、今回ですね、エージェントによる自動化、評価と自動化といったところを取り組むことで、品質の維持と効率化といったものが両立できたと考えております。はい、長くなってしまったんですけれど、第2回の、はい、勉強会の方の発表を終わりたいと思います。